モビルスーツの歴史について、なぜモビルスーツは巨大化したのに最後は小さくなったのか、宇宙世紀のモビルスーツ開発史。このテーマを聞くと多くの人はこう考えます。どの機体が強かったのか、どのガンダムが最強だったのか、どの時代のモビルスーツが完成形だったのか。ですが、ここに一つ大きな落とし穴があります。モビルスーツの歴史は最強兵器が順番に並んでいくだけの話ではないのです。本当に面白いのは、なぜその時代にその機体が必要だったのか、なぜ夢のような高性能機が主役になれなかったのか、なぜあれほど巨大化し複雑化した兵器が最後には小型化へ向かったのか。つまりモビルスーツの歴史とは強さの歴史ではない、夢と現実が何度もぶつかり合った歴史なのです。そしてこの話を理解する上で最初に押さえておきたい前提があります。それは第2世代モビルスーツと第2期モビルスーツは別物だということです。第1世代から第5世代まで、これらは後からまとめて第1期モビルスーツと呼ばれる流れに属しています。その先、宇宙世紀100年代に現れる15メートル級の小型モビルスーツ群、これが第2期モビルスーツです。この区別を頭に入れておくと、宇宙世紀のモビルスーツ史は一気に見通しが良くなります。実用化、洗練、多機能化、怪物化、飛行革命、そして小型高効率化。この流れで見ると、モビルスーツの歴史はただのメカ年表ではなく、一つの壮大な試行錯誤の物語に見えてきます。第1章、1年戦争。戦争を変えたのはガンダムではなくザクかもしれない。1年戦争。ここでモビルスーツは兵器史の表舞台に立ちます。ジオンのザク、連邦のジム、そして RX-78 ガンダム。この時代にモビルスーツは戦車や戦闘機の延長ではなく、戦争のルールそのものを変える兵器になりました。ですが、ここであえて言いたい。1年戦争で一番有名なのはガンダムです。しかし、一番戦争を変えたのはザクかもしれないのです。なぜか、ガンダムは怪物でした。圧倒的な高性能。当時としては別格の装甲。白兵戦でも射撃戦でも抜けた完成度。確かに、あれは1年戦争の上限を示した機体です。ですが、戦争の形を変えるのは大抵怪物ではありません。戦争を変えるのは量産され、配備され、実際に戦場を埋める兵器です。ザク2はまさにそれでした。モビルスーツという兵器カテゴリーが実際の戦場で通用する艦隊戦中心だった戦争に人型機動兵器が割り込み、主役の座を奪える。その現実を最初に押し付けたのがザクです。つまり1年戦争とはガンダムが勝った戦争というより、モビルスーツという兵器そのものが勝った戦争なのです。ここで連邦も答えを出します。それがジムです。連邦はガンダムをそのまま量産しませんでした。代わりにやったのはガンダムの思想を量産することでした。最高傑作を並べるのではない。十分に強く、十分に安く、十分に回せる兵器を大量に揃える。これが戦争の現実です。そしてこの瞬間、宇宙世紀モビルスーツ史を貫く一つの法則が生まれます。それは、最強機は象徴になれても量産機しか時代は支えられないという法則です。第2章、第1世代モビルスーツ。まずは兵器として成立させろ。この1年戦争機のモビルスーツたち、ザク2、ジム、ドム、ゲルググ、RX-78 ガンダム。これらはいわゆる第1世代モビルスーツにあたります。この世代の本質は明快です。とにかくモビルスーツという兵器を成立させること、それだけです。機体構造もまだ発展途上。装甲材も洗練されていない。設計思想も統一されていない。ジオン系はモノコック、連邦系はセミモノコック。思想も工法もまだ揺れている。しかし逆に言えば、だからこそ面白い。この時代のモビルスーツには兵器の創業期特有の荒々しさがあります。まだ答えが決まっていない。だから各陣営が手探りで未来をつかもうとしている。第1世代モビルスーツは未完成です。ですが、その未完成さこそが後の全ての始まりでした。第3章、第2世代モビルスーツ。モビルスーツがちゃんとした工業製品になる時代。1年戦争が終わると、モビルスーツは特別な新兵器ではなくなります。これ以降、モビルスーツは継続的に運用される主力兵器になります。だから必要なのは試作機のロマンではない、現場で回せる完成度です。ここでモビルスーツは第2世代へ入ります。
新素材、ガンダリウムガンマ、ムーバブルフレーム、全天周モニター、リニアシート、もう単なる高性能機ではありません。モビルスーツはここで一気に完成度の高い工業製品へと進化します。代表機はビッグディアス、ガンダムマーク2、ネモ、そして後のジェガン。この流れはとても重要です。なぜならここでモビルスーツは初めてすごい兵器から制度として使い続けられる兵器へ変わるからです。ここが面白いところです。ファンはどうしても主役ガンダムに目が行きます。ですが軍事史としてみれば時代を本当に支えているのはこういう量産機の系譜です。派手ではない。だが強い。飛び抜けてはいない。だが壊れにくい。誰でもとは言わないが訓練次第で扱える。整備が現実的。予算もまだ軍を破滅させない。そういう兵器こそ戦争を動かします。地味な量産機こそが宇宙世紀の本当の主役なのです。第4章、ゼータ時代、技術者たちが夢を全部森にしたモビルスーツ開発バブル。そして宇宙世紀のモビルスーツ史はここで一気に華やかになります。グリプス戦役機、いわばモビルスーツ開発バブルの時代です。ムーバブルフレームは洗練される。可変機が登場する。サイコミ技術が近づいてくる。ビーム兵器はさらに強力になる。新技術が新技術を呼びます。技術者たちはできることを片っ端から盛り込んでいく。そして生まれたのがゼータガンダムに代表される第3世代モビルスーツです。この世代の象徴はやはり可変モビルスーツです。モビルスーツ形態と高機動形態を切り替え、巡航、突入、離脱、白兵戦まで一気でこなす。発想としては圧倒的です。ロマンしかない。そんなものが実現したら最強ではないかと誰もが思う。ですが兵器史はここで冷酷です。変形できるから強い。だが変形できるから複雑になる。高い。壊れやすい。整備が大変。部品点数が増える。生産性が落ちる。乗り手を選ぶ。つまり可変モビルスーツは作品の中ではスターですが軍全体の標準装備にはなりにくい。ここがたまらなくリアルです。ゼータ時代はモビルスーツ開発が最も輝いて見える時代です。ですが見方を変えるとこれは技術者が夢を全部盛りした時代でもあります。宇宙世紀モビルスーツ史はここから何度も同じことを繰り返します。夢のある機体を作る。人は熱狂する。しかし現実の軍隊はそれを主力にはできない。この夢を見る現実に戻るの反復。それこそがモビルスーツ史の本当の面白さです。第5章、第4世代モビルスーツ。ついにモビルスーツは怪物になる。そしてそのバブルの果てに現れるのが第4世代モビルスーツです。ここからモビルスーツははっきりと怪物化します。出力はさらに上がる。火力は背目がキャノン級に達する。サイコミュや純サイコミュが実用に近づき、ニュータイプ対応機としての性格を強める。代表機はダブルゼータガンダム、ドーベンウルフ、テーマルク、そしてこの流れの先にニューガンダムやサザビーのような境界機が立っています。この時代のモビルスーツは本当に強い。強さだけを見れば文句のつけようがありません。ですがここに宇宙世紀の残酷な真実があります。最強クラスのモビルスーツほど戦争全体の主役にはなれない。なぜか。答えは単純です。強すぎる機体は重すぎるからです。整備が重い、補給が重い、訓練が重い、コストが重い、政治的な扱いも重い。結局そういう怪物は軍の標準装備にはできない。だから戦後の軍はまたしてもジェガンのような現実的で常識的な量産機へ戻っていく。ここが本当に面白い。宇宙世紀は最強機を作るだけ作って最後には毎回こう言うのです。いや、やっぱりこれ主力には無理だわと。夢は極まる。しかし最後に勝つのは大抵現実です。第6章、第5世代モビルスーツ、飛べるモビルスーツという最後の大きな夢。それでも宇宙世紀はまだ夢を見ることをやめません。ここで現れるのが第5世代モビルスーツです。この世代の象徴は非変形のまま単独飛行するモビルスーツ。代表機はクシーガンダムとペーネロペー。これは本来大気圏内運用の概念を変える革命でした。もし高性能モビルスーツがそのまま空を支配できるなら、もし変形を必要とせず単独で飛行戦闘が可能なら戦場は一変する。まさに未来、まさに革命、まさに夢です。ですがここにまた宇宙世紀らしい皮肉があります。飛べるようになった。
その代わり機体は巨大化した。コストは膨れ上がった。運用は一部の限られた存在にしかできなくなった。つまり第5世代モビルスーツとは技術的には革命的だが主流にはなれない、そういう存在です。ここはモビルスーツ史の中でも特にドラマがあります。本来兵器は効率化へ向かうはずです。ところが宇宙世紀は一度だけその流れに逆らって飛べるモビルスーツという夢のためにもう一度怪物へと踏み込む。これは最後のロマンです。精度としては敗北する。しかし夢としてはあまりにも強い。だからクシーガンダムという存在はモビルスーツ史の中で特別なのです。第7章第2期モビルスーツ宇宙世紀はようやく正気に戻る。そして宇宙世紀100年代モビルスーツ史は新しい段階へ入ります。それが第2期モビルスーツです。ここで時代はついに答えを出します。巨大で高価で複雑な怪物モビルスーツを追いかけ続けるのではない。小さく速く強く現実的な兵器を作れ。これが第2期モビルスーツの思想です。15メートル級への小型化。それでいて高出力、高水力、ビームシールド、改良型炉、MCA 構造、バイオコンピューター。代表機はヘビーガン、ガンダム F90、ガンダム F91。ここで大事なのは、これは性能低下ではないということです。むしろ逆です。これは巨大で高価な怪物モビルスーツから小さく速く強い実戦機への設計思想の転換です。普通、ロボットものはインフレします。時代が進めば、より大きく、より派手に、より重くなっていく。ですが、宇宙世紀は違った。巨大化を一度やりきった上で、最後には小型化へ向かった。これは後退ではありません。これは長い回り道の末にたどり着いた兵器としての合理化です。言ってしまえば、宇宙世紀はここでようやく正気に戻るのです。終章モビルスーツ史とは時代が何を夢見て何を諦めたかの歴史である。ここまでを振り返ると宇宙世紀のモビルスーツ史はこう見えてきます。一年戦争でザクがモビルスーツという兵器を戦場に定着させた。ガンダムはその上限性能を示した。ジムは思想を量産した。第2世代でモビルスーツは工業製品として完成度を高めた。ゼータ時代には可変機をはじめとする夢の全部森が始まった。第4世代でその夢は怪物へと変わった。第5世代では飛べるモビルスーツという最後の大きな夢に挑んだ。そして第2期モビルスーツで宇宙世紀はようやく小さく速く強いという答えにたどり着いた。つまりモビルスーツの歴史とは単なるスペック競争ではありません。単なるインフレでもありません。夢と現実が何度もぶつかり、その度に揺れ戻しを起こしながら進んでいく歴史なのです。だからこそモビルスーツ史は面白い。それは最強兵器の念強ではない。時代が何を夢見て何を諦め何を残したのか、その試行錯誤の積み重ねそのものなのです。そして最後に一番大事なことを言うならこうなります。ガンダムの歴史に見えて実は量産機の歴史である。英雄機の物語に見えて実は現場の兵器史である。巨大化の物語に見えて最後は合理化へたどり着く話である。これが宇宙世紀モビルスーツ開発史の面白さです。チャンネル登録、高評価お願いします。